んにちは。ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美です。今日はブリーディングインクを使った簡単なニュアンスアートを作っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず最初に E の266番ダスティリリーを用意します。こちらを全体に一度塗りしていきます。とても発色のいいジェルですので、今日は一度塗りで仕上げていきます。もし透け感などが気になる場合は二度塗りしてください。塗布ができたら硬化します。次に E の193番ブロンズスパングリッターを用意します。こちらをランダムに塗布します。塗布ができたらライトで硬化します。次にココイストブリーディングインクのスモーキーシリーズからスモーキーウイスキーを用意します。こちらを先ほどのラメの上にランダムに塗布していきます。次にココイストのワイプクレンザーを脱ペンディッシュに入れて用意しておきます。ブラシはポインテッドブラシを用意します。ポインテッドブラシに先ほどのクレンザーをつけてインクの境目をぼかしていきます。この時あまりたくさんクレンザーが筆についているとインクの色が消えてなくなってしまいますので、クレンザーの量はペーパーなどで調節をしてぼかしていくようにしてください。こちらはエタノールでもぼかしていくことができるんですけれども、クレンザーでぼかしてあげると筋のような、色の濃い部分というのができますので、エタノールとは少し違ったニュアンスに仕上げることができます。あらかじめパレットに入れて乾かしておいたインクを用意します。こちらをクレンザーで絵の具のように溶かしてインクの足りないところに足していきます。こうしてあげると狙ったところにだけインクをのせていくことができますので、細かい微調整も簡単にすることができます。ボトルから直接インクを爪の上にのせるのが苦手という方はこちらの方法を試してみてください。次にエクセルクリアマットコートを用意します。余分な部分にミラーパウダーがつくのを防ぐためにこちらを全体に塗布します。塗布ができたらライトで硬化します。硬化ができたらクレンザーで未硬化ジェルを拭き取ります。次にマーカーズライノンワイプカラージェルの1番シックホワイトを用意します。ブラシはロングライナーブラシを使用します。マーカーズライノンワイプカラージェルで装飾のラインを描いていきます。こちらは一度で発色してくれる流れにくくてにじみにくいライナー用のジェルです。そしてこちらはノンワイプとなっていますので、この後トップジェルを塗らずに仕上げることもできますし、ミラーパウダーをつけていくこともできます。今日はミラーパウダーをこの後つけていきます。ラインが引けたらライトで硬化します。次にクロムペンの2番ブロンズを用意します。先ほどマーカーズラインで描いたラインにクロムペンをこすりつけていきます。余分なパウダーをスポンジで払います。最後にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを用意します。ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを全体に塗布します。塗布ができたらライトで硬化します。こちらで完成です。ブリーディングインクを使えばこのように簡単にニュアンスアートを作ることができます。ぜひ試してみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひココイストチャンネルのチャンネル登録、そしていいねボタンのクリックをよろしくお願いします。ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美でした。ありがとうございました。